まず表襟と内側に配置される小さな台形の部品である内台襟を丁寧に縫い合わせます。その後、生地を用いて外台襟とも縫い合わせます。この時、それぞれのパーツの印を確実に合わせ、形が崩れないように注意深く進めることが大切です。次に、表襟と台の形状を持つパーツの間で、カーブや長さの違いがある部分に対し、印を合わせながら慎重に縫い付けます。こうすることで、各部が美しく連続したラインを形成し、全体のバランスが整った仕上がりになります。続いて、生地の端をコバステッチという技法を使って押さえていきます。これは、生地の端をギリギリの位置で縫い合わせる方法で、襟の見た目をすっきりときれいに仕上げるための重要な工程です。その後、表襟と地襟を縫い合わせる際、後ほど身ごろに取り付けることを考慮して、縫い始めと縫い終わり部分を1センチほど開けておくようにしてください。さらに、生地の縫い代については、段カットを施して半分にカットします。これにより、縫い代の厚みが軽減され、全体のシルエットが滑らかで上品な印象になります。続いて、内側のコバステッチを用いて、表襟と地襟を縫い合わせた部分の縫い台をギリギリの位置でしっかりと押さえておきます。最後の工程では、アイロンをかけて仕上げます。角をきれいに整え、生地の表地側を約1ミリ控えながらアイロンを使用することで、左右のバランスが完璧に整います。すべての工程が終了したら、美しく仕上がった襟をご確認いただければ完成です。